もしも人間が両生類だったら、朝目を覚ました瞬間、喉がうまく動かない、息が浅く空気が足りないと感じる、体が少しだけ乾いている、それだけで調子が崩れているとわかる。水が必要だと考える前に体が動く。玄関の横にある浅い水に手を入れる。皮膚が水を吸う。呼吸が一気に深くなる。さっきまでの違和感が消える。それでやっと一日が始まる。この世界では乾くと調子が落ちる。完全に乾けば動けなくなる。だから人は水から離れない。家の中には必ず水の通路がある。床は常に少し湿っている。それが普通の環境だ。乾いた場所は長くいられない。体がそれを拒否する。朝の支度も水の近くで行う。それが自然な流れになっている。外に出ると空気の湿りが違う。日によって体の軽さが変わる。湿度が高い日は楽に動ける。乾いた日は少し息苦しい。道路の端には水路がある。人はそこに触れながら歩く。それだけで状態が安定する。水は環境ではなく機能だ。体の一部のように扱われている。触れることが前提になっている。通勤のルートも変わる。速い道より水がある道を選ぶ。遠回りでもそちらが優先される。乾いた道は避けられる。長く歩くと調子が落ちるからだ。会社の入り口にも水がある。入る前に手を浸す。それが習慣になっている。車内は湿度が高く保たれている。それが集中しやすい状態だ。デスクの横には小さな水容器。作業の合間に触れる。無意識の動きだ。会議中も同じだ。テーブルの中央に水がある。誰かが必ず触れている。強く話すと呼吸が乱れる。だから議論はゆっくり進む。急ぐより整える。それが効率になる。昼休みは水辺に集まる。体を少し浸す。それだけで回復する。乾いた場所は長居されない。学校も同じ構造だ。教室には水がある。子供たちは自然に触れる。集中が切れると水に触る。それで戻る。体育も水中心になる。乾いた運動は短時間。負担が大きいからだ。子供は早く覚える。水と離れすぎないことを。家に帰る頃には少し乾いている。それが疲れとして出る。玄関の水に触れる。
体がゆっくり戻る。呼吸が深くなる。緊張が抜ける。水に触れることで区切りができる。一日が終わる。それが習慣になっている。水と共に生きている。この世界では水が生活の中心になっている。都市は水源の近くに集まる。川や湖の周辺が最も栄える。乾いた土地は長く使われない。滞在できる時間が限られるからだ。仕事の仕組みも変わる。長時間乾いた場所にいる作業は禁止される。必ず水に触れる時間が設けられる。それが労働基準になる。水場の有無が職場の評価になる。移動にも制限がある。長距離移動には水の携帯が必須。補給ポイントが整備される。水がないルートは避けられる。自由な移動は制限されている。天気の意味も変わる。湿度が高い日は活動的になる。乾燥した日は外出が減る。予報で最も重要なのは湿度。温度よりも優先される。災害の基準も変わる。水不足は重大な危機になる。乾燥注意は外出制限レベル。逆に雨は歓迎される。水が増えることは安心につながる。教育でも水との関係が教えられる。自分の状態を知る基準になる。乾く前に戻ること。無理をしないこと。それが基本になる。人間関係にも影響がある。状態が良いと穏やかになる。乾くと余裕がなくなる。それがそのまま行動に出る。周囲もそれを理解している。効率より安定が重視される。長く続くことが価値になる。社会全体がそう設計されている。娯楽も水中心になる。水辺での活動が主流。音は柔らかく響く。刺激の強いものは好まれない。落ち着いた環境が選ばれる。水は安心の象徴になる。触れることで落ち着く。それが文化として定着する。特別なものではない。常にあるものになる。その前提で社会が回る。水から完全に離れることはない。離れれば不調になる。それが当たり前として受け入れられる。すべてがその制約の中で成立する。自由の意味も変わる。どこでも行けるわけではない。水がある場所に限られる。選択はその範囲の中になる。制限が前提になる。それでも不満は少ない。比べる世界がないからだ。その中で最適化されている。環境に合わせて生きている。それが普通になる。水に守られている。同時に水に縛られている。
その両方が存在している。それを意識することは少ない。ただ受け入れている。この社会は水を中心に安定している。大きく崩れることは少ない。変化も緩やかになる。それがこの世界の形だ。夜になると体がまた少し乾いてくる。それが一日の終わりの合図になる。家の水に触れる。呼吸がゆっくり戻る。体が落ち着いていく。この世界では水があることで保たれている。状態が崩れない。無理が続かない。自然と限界が決まる。それが安定につながる。もしこの体が水を必要としなかったら、どこまで動けるのか。乾いた場所でも同じように働けるのか。水を探す必要がなくなるとしたら、行動はどう変わるのか。制限がなくなるということは、自由が増えることかもしれない。どこへでも行ける。どれだけでも動ける。状態を気にしなくていい。でも、その時、人はどこまで無理をするのか。どこで止まるのか。何を基準にするのか。今の世界では、水があることで止まれる。乾く前に戻る。崩れる前に整える。それが自然にできる。もしそれがなかったら、止まる理由はなくなる。限界を超えることもできる。でも同時に、壊れるまで気づかないかもしれない。水に縛られているからこそ、保たれている部分がある。自由ではないが、崩れない。そのバランスがある。この体は不便に見える。でも完全ではないことで守られている。水に触れる。呼吸が整う。思考が静かになる。その状態が普通になっている。他を知らない。何にも頼らない状態。軽さがあるかもしれない。でも同時に、止まるきっかけがなくなる。水があるから安心なのか、水があるから制限されるのか、どちらが正しいのかはわからない。ただ、この世界では、水に触れることで生きている。それが基準になっている。それだけで十分だと感じる。もし選べるとしたら、制限があるからだと、制限がないからだ。どちらを選ぶのか。自由に動ける方か、崩れにくい方か。水が必要な世界と、何も必要としない世界。どちらが生きやすいのか。答えは決まっていない。ただ一つ言えるのは、今の自分は、水に触れることで整っている。
その状態が当たり前になっている。それを手放したとき、何が残るのか想像することしかできない。あなたならどちらを当たり前にしたいだろうか。